はい、どうもすなみです。今回はなんと新居に引っ越してきたんですけども、イエーイこちらの新居ではゴミ箱とかお皿とかそういった小物類が全くないので、なので今回はララポートや IKEA などなどに行っていろんな小物家具を揃えていきたいなと思います。はい、それでは行ってきます。ララポートに着きました。こちらのララポートはかなり敷地面積が広くて世界で一番大きいそうです。それではこれからニトリ江ノ島でお買い物をしていきたいと思います。行ってきます。モールの雰囲気はこんな感じですごく近代的な建物になっています。オープンしているテナントはざっと見た感じ2割程度なんですけども、今後は400店舗以上のテナントが入るそうです。それではまずニトリでお買い物をしていきます。こちらがニトリの看板商品 N クールです。 N クールはウルトラクール、スーパークールといって冷たさのレベルがあるようですね。ちなみにウルトラクールはどんな感じ？すごいひんやりして気持ちいい。こちらはカーテンコーナーです。これ懐かしい。私が日本の家で使ってたカーテンそのものです。どうやらラインナップは日本の商品がそのまま置かれているといった感じですね。実はこのチェアも日本で使っていた商品なんですよね。まさかマレーシアで出会うとはとっても驚きました。この椅子、先ほど店員さんに在庫あるか聞いたんですけども、次の入荷がなんと4月以降だそうです。こちらはダイニングテーブルコーナーです。首が痛くならないためのクッションだそうです。こちらにはお掃除用具があります。ちょうどこちらのクイックルワイパーみたいなのが欲しかったので購入しようと思います。ウェットシートまでちゃんとあるんだ。セットになってなくて便利。こちらは睡眠の質を上げるためのベッドマットレスですね。こちらは枕なんですけども、人間の骨格に沿って快適な枕を開発しているようです。やっぱ睡眠はね大事なのでいい枕使いたいですよね。こちら野島でこれから家電を購入します。パナソニックのドライヤーやコテなどがたくさん並んでいます。こちら日本でも大人気なナノケアドライヤーです。これで髪を乾かすと髪の毛がツヤツヤになるので、私も日本にいる時愛用していました。こちら低価格帯の商品もございます。この中からドライヤーを選んでいきたいと思います。なんと女性に嬉しいパナソニックビューティーの商品も。今ドライヤーの在庫を確認してくれてるんですけども、店員さんがなんと日本語を喋れる方なので、日本人のね英語が苦手な方でも安心してお買い物できるかなと思います。炊飯器の種類も豊富です。日本の炊飯器売ってるのはかなり日本人にとって心強いですよね。価格は1万円前後ぐらいですかね。はい、これから IKEA に行きたいと思います。IKEA にやってきました。まず店内を入るとこんな感じで IKEA の家具を使った展示コーナーがずらっとあります。可愛い家具がたくさんあっていい感じです。IKEA にはたくさんのセクションがあるんですけども、ここで現在地を知らせてくれます。先ほどの展示コーナーが終わると次はお買い物スペースになっているので、ちょっとどんどんカゴに入れていきたいと思います。こちらは食器エリアです。もう食器だけでもとんでもない数がありますね。このパステルカラーの食器が可愛いので、この中から選んでいきたいと思いますね。お皿4枚で39リンギ1000円ぐらい安い。色味もすごい可愛い。こちらは寝具コーナーです。ベッドシーツとか一切用意されていなかったので、こちら選んでいこうと思います。かわいい。こういったシックな感じの色のベッドカバーいいですね。
お値段もお手頃だし、いいですねこれ。こういった刺繍の入ったベッドシーツもあります。刺繍が入っているのでこちらはちょっと高いですね。こちらは掛け布団コーナーなんですけども、掛け布団だけでもいろんな肌触りのものがあります。薄さや肌触りによってお値段が変わるといった感じですね。こんなに種類たくさんあるとは思わなかった。こちらはラグコーナーです。でこういったシンプルなものから、そしてカラフルなものまでたくさんの種類のラグがあります。かわいい。フライパン欲しいんでフライパン買います。こちらは24リンギ、安い。こちらがお風呂用具コーナーです。それではここでバスマットやバスタオルを選んでいきます。お風呂マット49リンギ、安い。こちらは洗面所に置く用のゴミ箱なんですけども、1つ49リンギ、スタイリッシュで安くていい感じ。こちらはダイアナ妃などの服をデザインしたザンドラローズの限定コレクションです。こちらはライトコーナーです。ベッドサイドのライトが欲しいのでこちらで選びたいと思います。こちらのランプすごく可愛いのですが、組み立て式で私は自信がないので購入は見送ろうかと思います。残念。こちらは鏡コーナーですこちらがゴミ箱コーナーですね。これ5リンギは安い。にしようかな。はい、お家に戻ってきました。こんな感じでたくさん買って今ごちゃごちゃしてるんですけども、購入したものをどんどん紹介していきたいと思います。まず野島で購入したものから紹介していきます。まずこちらドライヤーですね。パナソニックの 1800W のドライヤーを購入しました。こちらのドライヤーは普通のドライヤーとしても使えるんですけども、ヘッドをこちらに付け替えることで髪の毛をくるんと乾かすことができるそうです。使うのがとても楽しみです。こちらは118リンギットでした。あとはこちら携帯用のコンセントを購入しました。こちらは1つあたり99リンギットでした。はい、野島での購入品は以上となります。続いてはニトリの購入品を紹介していきたいと思います。まずニトリで購入したのはこちら、床を掃除する器具を購入しました。こちらは39リンギでした。続いてはこちらフローリングウェットシートです。こちらは先ほどの器具に取り付けて使うものなんですけども、こちらは1つあたり 5.9 リンギットでした。あとはこちらですね、歯ブラシスタンドを購入しました。こちら 9.9 リンギットでした。安いですねなんとこちらの椅子も購入しました。人気商品なので店頭在庫がなく日本からお取り寄せになります。4月以降に届くので届くのが楽しみです。はい、続いては IKEA の購入品を紹介していきたいと思います。 IKEA では見てください。こんな感じでたくさん購入したのでサクサクと紹介していきたいなと思います。まずはこちらゴミ箱を購入しました。こちらのゴミ箱はこんな感じで踏むとパカッと開くタイプです。めっちゃ便利。続いてはボディタオルです。この水色カラーがめちゃめちゃ可愛いですよね。続いてはこちら鏡を購入しました。こちらは私がお化粧する時用に欲しいなと思って購入しました。こんな感じで机の上にも置けるし、でさらにチェーンもついているので壁にかけられるタイプになっています。でこちらお部屋用のゴミ箱です。こちらは1個あたり 5.9 リンギットでした。安い。こちらはマグカップとお皿のセットですね。中身はこんな感じでグリーンのマット素材なんですけども、すごくおしゃれ感があって可愛らしいですよね。なのでこれでコビをたくさん飲みたいなと思っています。続いてはお料理用のフライパン。こちらは 19.9 リンギでした。続いてこちらのお皿、これもねすごく可愛らしいグリーンカラーで気に入っています。こちらは4つ入って 39.9 リンギでした。こちらは先ほどと同じカラーのボール型の器なんですけども、こちらは4つで 19.9 リンギです。でこれはお風呂の壁にくっつけるハンガーですね。でこちらがボディウォッシュタオル。これめっちゃカラフルで可愛らしいですよねあとこちらはバスマットですね。こちらはお風呂上がりの時にバスルームがべちゃべちゃにならないようにバスタブの近くに敷きたいと思います。あとはこちら私の部屋のベッドのベッドシーツと枕などなど購入しました。ベッドシーツや枕のお値段はこんな感じです。結構リーズナブルな感じじゃないですか？
ニトリケアの家具購入品 Vlog はいかがだったでしょうか。これからね、新生活いろいろと環境を整えていって快適にお家で過ごせるようにちょっとね、これから家づくりを頑張っていきたいと思います。では最後までご覧くださりどうもありがとうございます。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではでは、つなぎでした。